はい、皆さん、コンタコス、どうも、ゴリラです。今回はですね、エンシュラウデッドの、サーバーの立て方というね、ちょっとコア向けな動画になります。エンシュラウデッド皆さんプレイしてると思うんですけど、常設サーバーっていうね、いわゆる24時間サーバーみたいなものをね、一応作ることが可能です。今現在ですね、タコスも稼働させてて、エンシュラウデッドタコスサーバーっていう形で、一応フォロワーさん限定で開放してるワールドがございます。もしね、自分が使ってた古いパソコンとかお持ちの方だったら、挑戦してみるのもありかなと思います。ではですね、常設サーバーの立て方を解説していきましょうか。で、必要なものがですね、パソコンとでエンシュラウデッドを購入してる Steam のアカウントですね。で、あとは要求される PC のスペックが大体ですね、こんな感じです。結構ですね、要求スペック高いかなと思うんですけど、ぶっちゃけメモリーの部分 16GB もいらないかなとは思いますね。2、3人でプレイしてる感じは3ギガぐらいあれば大丈夫だったので、どっちかというとなんか CPU がよく使われてるかなっていう感じの印象でしたね。で、必要なものがざっと紹介できたところでですね、早速解説していこうと思います。で、この作業なんですけど、一応ポート開放っていうのがね、必要になるので、ポート開放はですね、一応参考のリンクを貼っておきます。これを見てもらってね、ポート開放できる方、そしてパソコンを余ってる方っていうのをね、ぜひチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思いますね。それでは早速解説していきましょう。はい、それではね、軽く解説していきます。特にですね、やましいファイルとかはこの中にはないのでね、はい、この中にはないので、別にデスクトップ見られても問題ないですね。で、この状態からですね、まずは Steam を開きます。で、Steam のライブラリーからこの左上ですね、このゲームとツール、この2つにねチェック入れてもらってる状態で、EN って検索するとこのエンシュラウデッドライブラリに出てくると思うんですけど、その上ですね、エンシュラウデッドデディケットサーバー、これがねあると思います。で、これをですね、今起動になってるんですけど、インストールできると思うので、まずはこれをインストールしましょう。インストールできたらですね、一旦起動っていうボタンを押してもらいます。するとね、わけのわからない文字の羅列がブワーって出るんですけど、この状態がですね、いわゆるサーバー立ててるよっていう状態ですね。一旦起動してもらって、この状態になったらコントロール C を押してもう一回閉じます。で、一回閉じたらですね、このデディケイトサーバーのところを右クリックして、一番下のプロパティですね、これを押します。で、プロパティから真ん中のインストール済みファイルを押して、この右上の参照ってボタンですね、このボタンポチッと押すとインストールしたフォルダのね場所を開いてくれます。で、こんな感じでね、いろんなファイルあるんですけど、その中のですね、エンシュラウデッドサーバー .json っていうねファイルが、これ一回サーバーを起動すると作成されるんですけど、このファイルをですね、メモ帳か何かで開いてもらえれば、ネーム、パスワードとかね、いろいろ設定できるファイルが開けます。で、ここでですね、情報を入力すればサーバーに反映されるって感じですね。で、この .json っていうねファイルで設定していくんですけど、まずはネームですね。これはサーバー名がね表示されます。なので、ここでね検索に引っかかりやすい名前とかにしといてもらったらサーバーが探しやすいかなと思いますね。で、その下がパスワードですね。パスワードを設定しておかないと、もしかしたらね変にワールド入ってこられて物だけパチられるみたいなことになると思うので、このパスワードは必ず設定しといた方がいいですね。ちなみにこのちょんちょんってついてるね、ダブルコートって読むんですかね、この間に文字を入れることでね反映されるので、そこだけ間違えないようにしといてください。で、あとはちょっと飛ばしてもらって、一番下のねスロットカウント、これ最大人数調整できます。
なので、16人でね遊びたい方は16って入れてもらってそのままでも大丈夫ですし、もしね上限設けたい方とかはこの辺いじってもらったら最大人数をね調整できます。で調整し終わったらですね閉じて、でさっきのね保存できたらこの上のねエンシュラーデッドサーバー .exe を実行するか、それかですねさっきみたいにライブラリーで起動っていうのをね押すとこんな感じでねさっきみたいな黒い画面が現れるので、こんな感じになってたら OK です。でここまでがですねすごいざっくりとしたサーバーの立て方です。はい、もっとねいろんなサーバーの立て方あってもっと複雑なやつとかもいっぱいあるんですけど、Windows を使って一番簡単なやつっていうのはおそらくこれかなと思います。でもしソロで遊んでるワールドを、常設サーバーに移行させてソロでやってるワールドでみんなで遊びたいっていうことがねあると思います。そういった場合ですねエンシュラーデッドサーバーをコントロールと C ボタンを押して終了してもらって、この上のですねセーブゲームここを開けてもらうとこのね 3A ほにゃららめったらって書いてあるファイルがこのファイルとこの下にねドットバックアップっていう2つのファイルがあると思うんですけど、これがですね、いわゆるワールドデータになりますね。でこれをですねソロで遊んでるデータに上書きすることによって、ソロで遊んでるデータでもみんなでね遊ぶことが可能です。でちなみにですねこのワールドデータのルートなんですけど Steam のですねユーザーデータのとこに入ってます。 Steam のユーザーデータクリックしてもらって、で1203620っていうところのリモートですね。このリモートっていうファイルの中にこの 3A から始まるファイルが入ってると思うので、これのですねこの 3A から始まるフォルダと 3A から始まるフォルダのバックアップ、この2つをですね、USB メモリーとかで自分のねソロでプレイしているパソコンからさっきのセーブゲームのねこのファイルに上書きしてもらえればワールドデータがねしっかりと反映されます。でサーバーの設定ができたらですねあとはポート開放が必要になってきます。でポート開放なんですけど結構ね自分が契約してる回線によっていろいろやり方は違います。一応参考リンク貼っておくんですけどこの辺はですねちょっと自力で頑張っていただきたいですね。で開放するポートはですね15636と15637の UDP のポートです。この2つのねポートを開放してもらえれば大丈夫ですね。でポート開放できたら先ほどと同じように exe ファイル開いてもらって、であとはですねそのサーバーにしっかりと参加できるかどうかを確認していきます。でまずはプレイをしてもらって参加ですね。でここにサーバー名の検索って右側にあると思います。ここを押してもらって、でサーバー名ですね、タコスはエンシュラウデッドタコスサーバーっていう名前でサーバーを立ててるので、タコスって入れて確定って押すとここにですねサーバーが出てきましたね。エンシュラウデッドタコスサーバーで参加って押すとパスワードを入力問われるので、先ほど設定したパスワードを入れて確定って押すと、こんな感じでサーバーにね入ることが可能ですね。今絶賛ですね我が友が建築中でございますっていう感じで常設サーバーを立てることが可能ですね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね常設サーバーの立て方ということで解説してみました。皆さんねなんか G ポータルとかあとはコノハとかの仮想サーバー使ってる方結構多いと思うんですけど、もしね家に古いパソコン眠ってるぜっていう方がいれば挑戦してもいいんじゃないかなと思います。ポート開放だけねちょっとややこしいんですけど、それ以外はね比較的簡単に立てることが可能なので、エンシュラウデッドでマルチやりたいっていう方はねぜひ挑戦してみてください。それでは次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますのでぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。